皆さんは普段どれくらいの時間を勉強に使っていますか？資格の勉強、語学の勉強、ビジネス書の読書、努力を重ねているのに成果が出ない、そう感じていませんか？実は今、多くの人が勉強中毒とも言える状態に陥っています。情報があふれる現代社会では、次から次へと新しい知識を追いかけ、本や動画、セミナーをどんどん消費します。しかしその一方で、行動や成果に結びつかないことが多いんです。そんな悩みに切り込んだのが、今回紹介する本、アメリカの起業家パット・フリンによるリーン・ラーニング、少なく学んでより多くを達成する、です。この本が注目される理由は明確です。私たちは、もっと学ばないと前に進めない、と思い込みがちです。けれども著者は真逆を主張します。学びを減らし、行動を増やすことでこそ成果が出る、そう断言しているんです。背景には日本と海外の文化の違いがあります。日本では、勉強量が努力の証とされ、学校でも社会でも知識の多さが優秀さとみなされます。一方アメリカでは、実際に使えるかどうかが重視されます。知識を披露するよりも試しにやってみることが価値になるんです。まさにその考え方をビジネスや学習全般に応用したのがリーン・ラーニング。情報が氾濫する現代において、必要最小限の知識を取り入れ、すぐに行動する、その繰り返しこそが成長の鍵だと説いています。勉強はしているのに結果が出ない、新しいことを学んでもすぐ忘れてしまう、そんな悩みを持つ人にとって、この本は学び方そのものを変える大きなヒントになるでしょう。書籍の概要。リーン・ラーニングの中心テーマは、たった一つ、学習量を減らし、行動と成果を最大化せよ、というメッセージです。多くの人は、もっと学ばないと前に進めない、と考えがちです。しかしパッと、フリンは、むしろ学びすぎが行動を妨げる、と断言します。なぜか、人は新しい知識を得ると一時的に、やった感、終えます。本を10冊読んだから成長できた気がする。資格試験の参考書を買ったから一歩前進した気がする。この学んだ気分が満足を与え、逆に行動を先延ばしにしてしまうのです。著者が提唱するリーン・ラーニングとは、必要最低限の知識を選び取り、すぐに行動に移す学び法です。これはトヨタのリーン生産方式に似ています。過剰な知識という在庫を抱えず、最小限の情報を取り入れて実践し、改善を繰り返すのです。例えば語学学習。日本では、まず単語帳を完璧に覚える、文法書を何冊も読む、そんな勉強法が一般的です。しかしリーン・ラーニングでは、必要最低限のフレーズを覚えたらすぐ会話で使う。不完全でもアウトプットしながら学びます。資格試験でも同じです。多くの人が参考書を何冊も買い込みます。しかし著者は、一冊を繰り返し使い、すぐに模試を解く方が効果的だと説きます。これは日本人が陥りやすい、準備ばかりで行動しない習慣に鋭く切り込む考え方です。さらにビジネスの現場でも同じです。新しいマーケティング手法を学んだとき、ほとんどの人は資料を作り込み、準備を整えてから実行しようとします。けれどもリーン・ラーニングでは、小さな実験を即実行します。SNS 投稿一つでも試して反応を見て、そこから次の行動を考える。完璧を目指さないことで、学びのスピードが何倍にも加速するのです。一見すると雑で危なっかしいと感じるかもしれません。しかし実際には、失敗を恐れて行動できない方が大きなリスクです。行動を繰り返すことで得られるリアルな学びこそが、最速の成長につながると著者は力説します。つまりこの本が伝えるのは、学びのパラダイムシフトです。知識を蓄えることに価値を置くのではなく、
行動から知識を得ることに価値を置く、この逆転の発想こそがリーンラーニングの真髄なのです。本の構成と特徴。リーンラーニングは大きく5つのパートから構成されています。1つ目は情報型の罠。なぜ人は学びすぎてしまうのかを心理学的に説明します。知識を集めることが安心感や自己満足を与えるからです。しかしそれは幻想であり、行動を妨げる罠になるのです。2つ目はリーンラーニングの基本原則。学びすぎない。まず小さく試す。失敗を改善に変える。具体的な行動ステップとして書かれています。3つ目は実践のサイクル。学ぶ、試す、失敗、改善のループをいかに早く回すか。勉強が終わってから実践するのではなく、勉強と実践を同時に進めることが強調されます。4つ目はケーススタディ。起業家やスポーツ選手や学生などがリーンラーニングを取り入れて成果を出した事例です。例えばある創業者は理論を大量に学ぶ代わりに SNS 広告をわずか$100で試しました。データをもとに改善を繰り返し、短期間で顧客を獲得できたのです。5つ目は行動計画。読者がすぐに実践できるチェックリストが提示されます。学びの目的を一文で書く。学んだら24時間以内に試す。読後すぐに行動に移れる設計です。全体の特徴は理論と実践のバランスが取れていること、明らごとに小さなワークがあること、どう読み進めればいいかが明確なこと。つまりこれは読む本ではなく一緒に手を動かす本なんです。注目ポイントベスト3。1、インプットよりアウトプットを優先せよ。本書で最も強調されるのは知識を溜め込むよりもとにかく使うことです。人は本を読むと勉強した気分になります。しかし本当に意味があるのはその知識を行動に移すことです。著者は学んだら24時間以内に行動せよと勧めています。語学学習なら新しいフレーズを覚えたらすぐ使う This is delicious を覚えたら夕食の時に声に出してみる。ビジネススキルなら本を読んだらその日のうちに SNS で投稿する。たとえ反応が少なくても結果から学びが得られます。スポーツなら理論を学んだらすぐに練習場へ行く。机上の空論で終わらせない。これが最大の成長法です。2、学びの目的を明確にする。次に大事なのはなぜ学ぶのかをはっきりさせることです。目的が曖昧だと無駄な勉強が続きます。昇進試験のためか、旅行のためか、副業のためか、目的によって学ぶ内容は全く変わります。ある会社員は TOEIC を勉強していました。しかし本当の目的は海外出張で現地スタッフと意思疎通することでした。そこで TOEIC 本をやめ、会話表現に集中しました。その結果短期間で実務に直結する成果を得ました。3、失敗を恐れず小さく試す。リーンラーニングは小さな失敗を歓迎することを推奨します。ある起業家は完璧な商品を作らず試作品を出して顧客の反応を見ました。改善を繰り返し結果的に競合より早く市場を取れたのです。日本人の働き方に置き換えると、完璧な企画書を作るのではなく2ページのアイデアを早めに共有する。その方がフィードバックが得られ完成度が高くなるのです。著者は失敗とは結果ではなくデータだと言います。恥ずかしいことではなく次に進むための材料なのです。海外での反響と評価。リーンラーニングは発売直後から注目を集めました。アメリカではスタートアップや自己啓発文化と合致したのです。Amazon レビューは平均 4.5 点前後。資格試験の勉強法を変えた。不完全でも行動できた。小さな実験の大切さを理解できた。
そんな声が寄せられています。一方で、内容がシンプルすぎる、理論が浅いといった批判もあります。網羅的に学びたい人には物足りないのです。教育分野でも注目されています。大学の授業や企業研修に導入され、大量に詰め込む教育から小さく試す教育へのシフトが進んでいます。日本ではまだ翻訳は出ていません。ですが、エッセンシャル思考やアウトプット大全と並ぶ人気書籍になる可能性が高いです。まとめると、これは知識偏重の学習から行動偏重の学習へ切り替える指南書。シンプルで実践的だからこそ世界で支持されているのです。読者が実践できるアクション。この本を読んで今日からできることを5つ挙げます。1つ目、学びの目的を書き出すこと。資格のためなのか、旅行のためなのか、仕事のためなのか。ノートに一文で書くだけで学びの方向が定まります。2つ目、インプットよりアウトプットを先にすること。本を読んだらその日のうちに試す。会議で一つ実践するだけでも効果があります。3つ目、小さな失敗を受け入れること。失敗はデータです。次はこう変えると書くだけで学びが資産に変わります。4つ目、情報のダンスで離れをすること。教材をいくつも抱えず、一冊に絞って徹底的に使う。それだけで行動が早くなります。5つ目、1週間の実践プランを立てること。月曜に学ぶ、火曜に試す、水曜に振り返る、木曜に改善、金曜に再挑戦、土曜に成果を記録、日曜に次の計画。このサイクルを回すだけで学びが驚くほど加速します。まとめです。リーンラーニングのメッセージは、もっと学ぶのではなく、学びを減らして行動せよです。日本の教育や文化は準備を重視します。しかし不完全でも動くことが最大の学び。この本はその常識を覆します。本の価値は、学びのパラダイムを変えること、小さな実践のフレームを示すこと、日本人の習慣を変える力を持っていることです。あなたが最近学んだことの中で、まだ行動に移していないものは何でしょうか。資格勉強か、新しいビジネス知識か、健康習慣か。もしあるなら今日一つだけ試してください。小さな一歩でもそれが最速の学びになります。この本は日本語に翻訳されていません。ですが日本人にこそ必要な考え方が詰まっています。勉強ばかりで動けないという悩みを持つ人にとって、この本は行動へのスイッチになるでしょう。ぜひあなた自身の学びをリーンに変えてください。もし今日の内容が役立ったと思ったら、チャンネル登録と高評価で応援していただけると嬉しいです。